もしあなたが一番憎んでいる相手と同じ家で暮らすことになったら、遡ることおよそ13年前の2010年1月13日、アメリカジョージア州。助けて、誰か早く来て。その日、閑静な住宅街に一人の少女の悲鳴が響きました。どうかしましたか？たまたまその場を通りかかった警察はすぐに少女の元へ駆けつけます。大変なの、家の中へ来て。すっかり取り乱した様子の少女はそのまま自宅の中へ警察を引っ張っていきました。すると家の中ではもう一人警察を先導した彼女と全く同じ顔の少女が待っていたんです。タスミア・ホワイトヘッドとジャスミア・ホワイトヘッド、16歳の2人は双子の姉妹でした。警察は2人に促されるがままバスルームへ、そしてその中を確認すると双子の方を向き直りこう尋ねます。この人は君たちの？すっかり怯えた様子のタスミアとジャスミアは声を合わせて答えました。ママよ。そう、浴槽の中では双子の母親がめった刺しの状態で浮いていたんです。バスルームで血を流す母の遺体を前に怯える双子の少女。双子の母親はなぜこれほどまでに悲惨な死を遂げなければならなかったのか。真相を覆い隠していたもの、それはすれ違いの末に生まれた悲しき嘘だったんです。おそす、日曜日にトップガンマーヴェリック5回目見たよ、ケンちゃんです。見すぎ？闇闇かです。でも好きな映画ってめっちゃ見ない？好きな映画ある？何回も見てるやつもある。レ・ミゼラブルは私何回も見てる。車の上で踊るやつでしょ？いや、ララランドだ。なんか白黒になるやつ？白黒になるレミゼ見てねえわ、多分俺。本日ご紹介するのはアメリカ・ジョージア州で起こった殺人事件についてなんです。この事件、一人の女性がめった刺しにされてしまうという非常に残忍な事件なんです。犯人の特定は難航するかに思われたんですが、双子の娘の証言から糸口が見え始めるんです。なるほど。じゃあ今回の事件はその双子ちゃんがね、事件の鍵を握ってるわけね。そうなんです。この双子が一体どんな証言をするのか、まずは事件発覚のシーンから見ていきたいと思います。双子が見た惨劇。遡ることおよそ13年前の2010年1月13日、アメリカ・ジョージア州。助けて、大変なの。閑静な住宅街を巡回していた警察官は必死の形相で手を振る少女を前に慌ててパトカーを降ります。どうかしましたか？すっかり取り乱した様子の少女はそのまま警察を自宅の中へ先導。自宅に足を踏み入れた途端、警察官は思わず顔をしかめました。ひどい匂いだな。部屋の中にはおびただしい量の血痕が飛び散っており、生々しい血の匂いが充満していたんです。そして警察官はその匂いに口元を押さえながらも、この部屋の不自然な点にすぐに気がつきました。この血の跡は、そう、リビングからバスルームへと続くカーペットには何かを引きずったように血の跡が続いていたんです。なに絶対なんかバスルームにあるじゃない、この展開。そうなんですよ。この後少女に促された警察がバスルームを覗くと、おぞましい光景が広がっていたんです。これはひどい。少女に促された警察官がバスルームを覗くと、その中は一面血の海と化していました。そして浴槽の中にはめった刺しにされた女性の遺体が浮いていたんです。この人は君たちのママよ。振り返った警察の視線の先にいたのは抱き合って震える2人の少女。殺害された女性の双子の娘、16歳のタスミア・ホワイトヘッドとジャスミア・ホワイトヘッドでした。こんな状態のお母さん見つけたら一生トラウマよ。やばいわよ、こんなの。めちゃくちゃ怖かったと思いますよね、これ。そして少女の証言から容疑者はすぐに浮かび上がってくるんです。自宅で殺害されていた女性の名前はニッキー・ホワイトヘッド34歳。検視の結果、ニッキーは頭や体を激しく殴打され、全身80カ所以上をナイフで刺されていたことが判明します。現場に居合わせたタスミアとジャスミアはその精神的ショックを踏まえ警察署で一時保護されることに。すると落ち着きを取り戻した2人からは次のような証言が得られたんです。昨日の夜、ママは恋人と喧嘩していたの。ロバート、あなたっていつもそうよね。もういいわ。怒りをあらわにし、持っていた携帯を床に叩きつけたニッキー。事件前日の1月12日の夜、彼女は恋人のロバートヘッドと激しく口論していたんです。そしてニッキーは電話を切った後、やけ酒を煽るとそのままリビングで眠ってしまいます。すると、もうママったら、こんなところで寝たら風邪ひいちゃうよ。そう言ってリビングへ姿を現したのは、娘のタスミアとジャスミア。二人は隣の部屋で母親の様子を伺いながら、興奮した彼女が落ち着くのをじっと待っていたんです。二人はすっかり酔いつぶれてしまったニッキーを寝室まで運び、彼女に布団をかぶせるとそれぞれ自室へ戻ります。そして翌朝学校へ登校する際もニッキーの寝室に特に異変は感じられなかったというんです。
それで学校から帰ってきたら家の中が血まみれになってて、震えながら話す姉タスミヤのその様子に警察はただただ心を痛めていました。ありがとう。思い出したくもないだろうによく話してくれたね。こうして双子の証言をもとに警察はニッキーの恋人ロバート・ヘッドに容疑を向けることになるんです。事件前日に喧嘩してたって、めちゃくちゃ怪しいじゃないこの恋人。そうなんですよ。しかし恋人のロバートの取り調べを進めると、どうにも辻褄の合わないことが出てくるんです。傷だらけの腕。俺はやってない。取り調べに対し被害者ニッキーの恋人ロバートは一貫して犯行を否認。警察は双子の証言からロバートが嘘をついているものと疑っていましたが、捜査が進むうちその容疑もすぐに晴れることになります。事件の日、現場にロバートがいた痕跡は何も残されておらず、さらに遺体に付着した体液などの DNA を調べても、その日ロバートがニッキーと接触したとは考えられなかったんです。そして警察はこの時同時にある考えを巡らせていました。これは双子が嘘をついている可能性があるな。そう、警察はロバートを疑いつつも、保護された双子の言動にどうにも解せないものを感じていたんです。この傷は全部自分でつけたものだっていうのかい？そう言って警察が怪げそうに見つめているのは双子の姉タスミヤの腕。彼女の腕には無数の引っかき傷や噛み傷がつけられていました。タスミヤは自傷行為の癖があるの。冷静な様子でそう答えた妹のジャスミヤ。彼女の言う通り、姉のタスミヤは警察署へ向かうパトカーの中でも自分の手を噛む場面がしばしば見られていました。ただ警察はその言い分にどうにも納得できずにいたんです。それは姉タスミヤだけではなく、この双子の2人とも腕が傷だらけだったから。いくら双子だからって言って2人とも自傷しちゃう癖があるっていうのも、もう納得はできないけどね。明らかに不自然ですよね。実は彼女たちの腕の傷っていうのは事件と深いつながりがあるものだったんです。自分でつけた傷もあるし、2人で喧嘩してできた傷もあるわ。警察の質問に対し要領を得ない受け答えを繰り返す2人。さらに2人は傷を見せるように言われるまでずっと長袖と手袋で腕を隠し続けていました。警察は恋人ロバートの取り調べを進める一方で、2人のそうした言動への不信感も拭いきれずにいたんです。やはり2人の腕の傷が気になるな。その疑惑を確信に変える事実が発覚したのは、警察がそう考えていた矢先のことでした。調査の結果、なんと姉のタスミヤの腕についた噛み傷は母ニッキーの歯型と一致したんです。さらに事件当日、学校の防犯カメラには遅刻して登校するタスミヤ、ジャスミヤの姿が映されており、2人がいつも通り登校したという証言も嘘だと判明。こうして事件から4ヶ月後の2010年5月21日、タスミヤとジャスミヤは実の母を殺害した容疑で逮捕されることになるんです。4ヶ月も嘘つき続けてたの。16歳の少女が殺しといてずっと平然と嘘つけるってめちゃくちゃ怖くない？それぐらい母親の死を何とも思っていなかったっていうことで、それほど母親を憎んでいたんでしょうね。そんな彼女たちと母の間に一体何があったのか、彼女たちの生い立ちから見ていきたいと思います。水と油。1993年、タスミヤとジャスミヤはジョージア州の都市コンヤーズで生まれます。そして2人と母ニッキーは幼少期から一筋縄ではいかない関係だったんです。どうしてママの言うことを聞けないの？声を荒げ、まだ幼い双子に手を挙げる母ニッキー。当時10代だったニッキーはシングルマザーだったこともあり、初めての育児に疲れ切っていました。そんな彼女の様子を見かねたのが双子の曽祖母にあたるデラ・フレイジャー。デラはある時ニッキーに次のように申し出ます。あんたにはまだ子育ては無理なんだ。タスミヤとジャスミヤはしばらく私が預かるよ。こうして双子は小学校を卒業するまでの間、ニッキーの住むコンヤーズから30キロ離れたクラークストンの町で暮らすことになるんです。双子はもともと母親とは一緒に暮らしてなかったのね。そうなんです。そして約束通り中学生になるとまた母親の元で一緒に暮らすようになるんですけど、そこでもうまくいかなかったんです。2007年、ニッキーは双子が13歳を迎えたそのタイミングで曽祖母から彼女たちを引き取ることにしました。しかしママはいつでも私たちを言いなりにしようとする。育ててもないくせに今更母親面しないで。そう言って母ニッキーを突っぱねる双子。一緒に暮らし始めてからというもの、親子は毎日のように喧嘩を繰り返していました。そして母ニッキーと双子が一緒に暮らし始めてから1年が経った2008年6月28日、3人はなんと警察沙汰になるほどの大喧嘩をするんです。娘たちが暴れるから仕方なかったの。ママが先に手を出したんじゃない。警察を前にお互いに一歩も譲らないニッキーと双子たち。この時ニッキーは首や胸に引っかき傷を負っており、相当に興奮した様子でした。警察沙汰になるぐらいの親子喧嘩って相当よ。これもう事件になる前兆が出ちゃってんじゃないのよ。そうなんですよ。タスミヤとジャスミヤは幼少期の親子関係によって反応性アタッチメント障害という人格障害のようなものが出てたんじゃないかと言われてるんですよね。というわけで本日のメトラーキーワード、反応性アタッチメント障害。
反応性アタッチメント障害とは、幼少期の親との関係がうまくいっていない子供に現れる人格特性の一種。要因としては、虐待や育児放棄、養育者の頻繁な交代などが挙げられます。反応性アタッチメント障害を患う子供は、他人への警戒心が強く、常にイライラしていたり、攻撃的だったりすることが多いとされるんです。さらに、平気で嘘をついたり、自傷行為の癖があったりと、タスミヤ、ジャスミヤが警察署で見せていた振る舞いと重なる特徴もあるんです。結局、警察沙汰になった親子喧嘩以来、双子は再び曽祖母の家へ戻されることになります。しかし、それから1年半後の2010年1月5日には、少年裁判所の指示で再び母ニッキーと暮らすことに。この時、妹のジャスミヤは激しく動揺し、次のように話していたというんです。またあいつと一緒に暮らすくらいならいっそのこと、殺してやる。これ絶対母親に引き取らせたらダメなやつじゃないの？そうなんです。周りの大人も子供たちの言ってることだって本気で取り合ってなかったっていうのが今回の事態に繋がっちゃったんじゃないかなと思いますよね。そして事件が起きたのはジャスミヤがそう話していたわずか1週間後のことだったんです。止まらぬ暴走。2010年1月13日。あんたたち何時だと思ってるのよ。また学校に遅刻するじゃない。母ニッキーは朝から激しい剣幕で双子を怒鳴りつけていた。タスミヤ、ジャスミヤの反抗的態度はいつものことながら、この日はいつにも増して二人の起床が遅く、ニッキーは苛立ちを募らせていた。そして母親を嫌っている二人は何を言われても聞く耳を持たず、ニッキーの怒りは限界に達しつつあった。もういい加減にしろ。そうやって大声で叫んだかと思うと、ニッキーは二人を威嚇するようにそばにあったフライパンを振り回し始める。何するのよ。そう言って体をのけぞらせながら、妹ジャスミヤは近くに置かれていた鉄製のポットへ手を伸ばす。そしてそのポットを母ニッキーの頭へ力いっぱいぶつけた。するとニッキーは一瞬ひるんだが、すぐにジャスミヤに飛びかかると、その腕に思い切り噛みついた。痛い。そう言ってジャスミヤが痛みに顔を歪めた次の瞬間、ジャスミヤを離せ。背後から姉タスミヤの声が響いたその直後、母ニッキーは背中に焼けるような激痛を覚えた。そしてこうなってしまえばもはや歯止めは効かない。双子はそこから力なく崩れ落ちたニッキーをめがけ、何度も何度もナイフを突き立てた。ニッキーを殺害した後、双子は自分たちの行動を信じられず、しばらくその場で泣き続けていたといいます。しかしその後、冷静さを取り戻すと、返り血を浴びた服を着替え、何事もなかったかのように登校。学校が終わって帰宅すると同時に、遺体の第一発見者を装ったんです。こうして事件から4年後の2014年、母親を殺害した罪により、タスミヤとジャスミヤにはそれぞれ懲役30年の刑が下されました。ちなみに事件後、2人は母ニッキーとの関係性について次のように語っています。ママのことは嫌いじゃなかったの。ついカッとなって殺してしまった。タスミヤとジャスミヤは本当にニッキーを嫌っていなかったのでしょうか。犯行そのものはもちろん、犯行に及ぶまでの経緯を見ても、2人のその言葉には疑問が残る部分があります。たとえ血のつながった親子でも、皆が皆分かり合えるわけではありません。本心から嫌っているのであれば、距離を取る選択肢が必要なこともあるのではないでしょうか。おそすヤミコさん、宇宙中の皆さん、重大発表があるんです。なんとですね、この度、アルゴメトリーシリーズから新 VTuber プロジェクト、ムーンライブプロジェクトをね、発足したいと思います。VTuber？そうなんです。というわけでですね、なんとね、大々的にムーンライブプロジェクトの第1期生オーディションを開催したいと思います。どういうことその VTuber になる人をってこと？そうです。VTuber として世界でね、これから活躍していただける方。まずは日本からですけれども、アルゴメトリーチームが全面バックアップのもと、一緒にこうキャラクターをね、世界に愛されるキャラクターを育てていこうというね、そういうね、こう壮大なプロジェクトなんです。じゃあもう私も応募しちゃっていいわけ？応募しちゃっていいですよ。でも公平に判断します。なぜなら僕がね、コネとかそういうなんかウェットなやつ嫌いなんですよ。公平に、この人いいなって思ったらオーディションぜひね、通過してもらいたいですし、ほんと1期生なんで、こことやり取りすることもね、多く一緒にこう作っていけるとね、嬉しいなって、もう僕も勝手にワクワクしてるんですけど、どんな素敵な方にこう出会えるのか。そしてこのオーディションの詳細はですね、概要欄と固定コメントに記載しておりますので、ぜひ興味ある方、ちょっとでもいいので、もうめちゃくちゃかっこいいんで、見てみてください。